世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生におけるメインクエストとして定め、日々ゲームの制作開発を行っております。はいたかと申します。ということで今回ね、2025年一発目の動画ということで、今年はですね、もう直近にこのゲームの体験版だったり製品版のリリースがね、控えておりますので、当面はそちらに向けて全集中させてもらって、で、リリースした後もね、アップデートやバグ修正をしていく作業なんていうのはあったりすると思うんですが、そこで出た売り上げとか評判ですよね、によってですね、僕のこの人生のメインクエストを進めていくために、次はどういう一手を打つべきかっていうね、方針も定まってくるかなと思います。何はともあれ完成間近のこのゲームにね、とりあえずは全力を注いでいきたいなと思います。というわけで早速今回の動画の本題に入っていきましょう。まずはこちらをご覧ください。ここはですね、韓流を望む丘と呼ばれるエリアで、チュートリアルを終えたプレイヤーが最初に攻略することになるステージとなっております。開けたエリアでいろんなところにね、行けそうな感じなんですが、今回はこちらの建物に注目していきたいと思います。少し小高い位置にある廃墟ですね。サブルート探索エリアの一つなんですが、この辺りですかね、九段の廃墟にアクセスするための道があるんですが、ここからスタートしてですね、廃墟の2階部分に到達するまでですね、この短い区画に絞ってですね、プレイヤーの遊びなども含めたレベルデザインっていうものを今回はやっていきたいと思います。レベルデザインっていう言葉なんですけど、日本語のイメージで言うとね、難易度調整みたいな感じのイメージを持つ方結構多いと思うんですけど、実はこれ海外ではね、結構違う意味で使われてまして、レベルっていう言葉がね、そもそも日本語でいうところのステージとかマップっていう風な意味を持ってるらしいんですよね。なのでレベルデザインイコールステージやマップをデザインすることという意味で使われることが多くて、ただこの場合のステージマップデザインっていうのは単純なですね、ステージの物理的な構造、例えばここに坂道があってここに建物があってみたいな単純な構造だけの話ではなくて、敵配置だったりとかアイテム配置、ギミックをどこに置くかとか、このエリアに来るとイベントが発生するよねみたいな、プレイヤーがどういう遊びをそこでするかみたいなところまで含めて包括的にね、レベルデザインという言葉で表されることが多いです。なので実はさっきね、日本語のイメージだと難易度調整っていう感じの言葉に聞こえるよねって言ったと思うんですけど、実はそれもある意味間違ってなくて、プレイヤーの遊びの場っていうのを、いろんな意味を含めて包括的にデザインしていくっていうことなので、難易度調整的なニュアンスも含まれていますよと。そんな便利な言葉、レベルデザインなんですが、今回はね、この小さな区画に限定してですね、物理的なマップの構造っていうのはすでに出来上がっているので、その上にレベルデザインを載せていくところを皆さんにね、共有できればなと思います。ではやっていきましょう。ということでステップ1、プレイヤーの遊びをイメージせよ。このステップではとりあえず手は動かさなくていいので、頭の中でね、プレイヤーの目線とかも考えながらどういう遊びを詰めていこうかっていうところをイメージしていきます。例えばなんですけど、とりあえずあの建物の上に敵を置きたいんですよね。なんでかっていうと、プレイヤーがこの道から入ってくるわけじゃないですか。で、見上げるとね、建物廃墟があって、そこになんかこう人が立ってたら絵になりそうじゃないですか。しかもプレイヤーの心理的にはね、あそこに敵がいるってことは俺もあそこまで登れるんやなっていう風に考えると思うんですよね。そうなってくると、その先に登ったらなんかアイテムとかありそうだなだったりとか、あそこまで登ったら結構景色いいんじゃないかなみたいな感じで、なんとなくね、攻略の動線というか動機づけっぽい感じになってきますよね。なのでとりあえずここに敵を1体置きたいと。次は登っていく時の話なんですけど、この区画ちょっとね、じっくりめに攻略していく区画にしようかなと思ってます。これはね、一つ前の区画でどういう遊びをプレイヤーがしたかっていうのともちょっと合わせて考えた方がいい問題ではあると思うんですけど、そういうゲームテンポ的なところもね、考えた結果、ここはね、ちょっとじっくりめに攻略したくなるような作りにしようかなって思ってるんですけど、例えばこの坂道、地面の部分にもね、敵を何体か配置してみたりとか、そうなってくるとね、多分これ考えなしにまっすぐ突っ込んでいくと、おそらく建物の上にいるやつと下にいるやつとで、挟み撃ちされるような構図になりますよね。そうなるときついんで、そうはならないように、こうじっくりとね、なんかこう物陰とか使いながら、格好撃破していって徐々に登っていくとか、これはあくまでそういう選択肢もあるっていう話ですね。じっくりめに攻略したくなるような区画なんだけど、もちろんプレイヤーによってはね、いや俺はここを突っ走っていきたいねんっていうプレイも全然ありだと思ってます。
あえて突っ走ってね、挟み撃ちになるとか関係なしで、この坂道をね、上からなんかこう多分上にいる敵って射撃タイプなんですよね。上から弾とか撃たれながら、で、後ろからね、地上の敵に追われながら、いろいろな攻撃をいなしながら、かっこよくこの坂道を駆け上がっていくと。そういうプレイもまたヒロイックでね、いいんじゃないかなと思います。駆け上がった後はね、この建物の中で地の利を生かしてね、かっこ撃破していくみたいな。このドアの部分からね、みんな入ってくると思うんで、そこを一網打尽にするみたいなのももちろんありなんですけど、どちらかというとね、この区画に差し掛かったプレイヤーたちは、パッと見でね、これなんか隠れながら、かっこ撃破じっくりとしていった方が楽に登れそうだなみたいな感じの印象を抱くようなね、エリアにしたいなと思います。ということで、ステップ2、遊びを実現するためのオブジェクトを配置せよ。ステップ1で考えた遊びを実現するために様々なオブジェクトたちを配置していきます。ここでいうオブジェクトっていうのは、こういう石壁とかレンガブロック、それから草木などの自然物たち、さらには敵キャラクターとかアイテムとかはしごなんかのギミックに至るまで、ありとあらゆるものの中から必要となるものをね、すべてピックアップして配置していきます。ちなみに敵キャラクターのことをモブキャラとか呼んだりすることあると思うんですけど、ゲーム業界的にはね、モブっていうのはムービングオブジェクトの略でモブと呼ばれるようになったという説があるらしいですね。というわけで、そんなモブたちから配置していきましょうか。廃墟の2階に置く予定の敵キャラとしては、遠距離攻撃を持っているということが必要条件として挙げられますね。ただ、こういった固定砲台タイプの巨大なね、岩を投げてくるトロルなんかだと、ちょっとね、制圧力が高すぎるかもしれません。この小さな区画に配置するにはちょっともったいない敵ですね。この区画はあくまでね、サブルートの中でも比較的ね、気軽に探索できるようなエリア、難易度にしようと思っているので、イメージ的にはそうですね、初見でここにたどり着いた時に、多少ね、回復リソースが削られるとかはあるとは思うんですが、一回も死なずにね、探索できちゃっても OK なぐらいの感じの難易度にしたいなっていう意図もあるので、ここに配置されていくキャラは、この魔法をね、打ってくるタイプの敵にしておきます。敵キャラを配置した時はね、パラメータも調整しておきましょう。ビヘイビアツリーと呼ばれるね、行動パターンを司っている、そのキャラクターの脳みそに至る部分ですね。こいつの場合は2パターンほど用意してまして、こちらのタレットと名付けられた方のビヘイビアツリーを設定しておくと、自分からね、プレイヤーに近づいていくようなことはせずに、中遠距離からずっと魔法を打ってくるという風な行動パターンになります。適宜休憩時間も挟むみたいな感じですね。下から見るとこんな感じです。続いては地上に配置するモブたちですね。この区画は広さ的にそうですね、3体ぐらい配置してみましょうか。配置する敵のタイプに関しては、先ほども言った通りね、難易度的に大型タイプのね、敵たちではなく、人型の敵にしておきましょう。甲冑を着た兵士2名と、先ほどと同じ魔法使いのタイプの敵ですね。地上に配置するやつはタレットタイプではなくて、程よく近接攻撃も混ぜてくるタイプにしておきます。この3人の組み合わせですね、難易度的には、かっこ撃破していくのであればね、全然普通の敵キャラたちって感じなんですが、この3人に同時に気づかれてしまうと、ちょっとね、厳しい難易度になってきそうかなぐらいの塩梅です。で、こいつらにはね、辺り一帯を巡回、パトロールしてもらおうと思います。ビヘイビアツリーはさっき言った戦闘中の特性以外にも待機中の行動パターンも指定できるようになってます。この3名の待機ツリーにパトロール用のツリーを設定して、で、こちらのダミーオブジェクトですね。このダミーの位置を順番にね、回っていくというような感じの巡回パトロールシステムになってますので、ダミーの置き方をね、ちょっと考えていきましょうか。脳トレの一種で、左手の人差し指でね、三角形を描きながら、同時に右手の人差し指では四角形を描くみたいなトレーニングがあると思うんですけど、あんな感じのルートをちょっとイメージしてみましょうか。画面左側に配置する甲冑兵士は、坂道を上下するように2点間を巡回させ続けます。上端と下端でそれぞれ4秒ずつぐらい停止するような設定にしておきましょう。続いてこっちの原っぱというか林の方面に遠距離キャラですね。こいつはダミーオブジェクトを4点配置して、台形っぽい形にしてね、原っぱのところをぐるぐると巡回させておきます。タイミングによってはさっきの甲冑兵士とお互いの背後をね、確認し合うことができるような時もあるでしょうね。で、最後のもう一人の甲冑兵士は、この坂道ルートと平地ルート、両方をね、行ったり来たりするような感じにしてみます。こんな感じの逆 L 字型でね、巡回させておきましょうか。実行してみるとこんな感じになりました。それぞれが自分のペースで巡回、一周のね、経過時間が違うようになっているので、タイミングによってはね、一人だけ孤立するやつができたりとか、お互いがお互いの背後をね、確認できるようながっちりとした連携になっている瞬間もあったりしますよと。
続いてはプレイヤーが隠れるためのオブジェクトたちですねを配置していきます。例えばこういう草木、ブッシュだったりとか、この辺りはもともとあった城塞とかが地罰によってね破壊されて、その残骸、破片とかが散らばってるような地域になってるので、こういった石壁とかもね隠れる場所として使っていきます。さっきモブをね配置するときにこのブッシュの位置とかもある程度ねなんとなく脳内で決めておいたので、ちょっとその通りに作業していきますね。さあ配置が終わりました。一応意図としてはこちらの最初に突き当たるであろうこの石壁ですね、これはちょっとプレイヤーが足を止めやすいように置いてあります。この前の区画がね結構敵もいない穏やかな道を歩いてくる、あるいは走ってくるっていうようなね作りになってるので、そのままの勢いでね走って突入しちゃうと結構同時に見つかっちゃったりしてプレイヤーが不利な感じになっちゃいそうなので、この道のど真ん中にねちょっとここで足を止めたくなるような感じにわざとしてあります。ここからはそれぞれの敵たちの配置とかが結構見渡せるようになってますね。この状況を分析した上でね、あえていや俺はそのまま突っ走っていくんだっていうのならもちろんその通りね自由にプレイしてもらって大丈夫ですし、多分ね括弧撃破していった方が楽だとは思うんですけど、括弧撃破していきたい場合はこちらのブッシュなんかも活用してもらえれば結構うまく立ち回れるんじゃないかなという風な配置になっております。じゃあステップ2の仕上げとしてね、見えない壁っていうのを置いていく必要があります。実はこの隠れる場所ブッシュなんですけど、こんな感じで敵の視線がね全然普通に通っちゃってるんですよね。なのでこのままだと想定通りのねプレイ遊びを実現できないということになってしまいます。そこでブロッキングボリュームというものを配置することになるんですけど、こちらはその名の通りですね、いろんなものをブロックするような壁、つまり見えない壁のような挙動を取ってくれます。ただこのまま配置しちゃうとね、本当にキャラクターとかもそこに侵入できなくなっちゃうので、コリジョンですね、当たり判定の設定を見直す必要があります。物体とかキャラクターは素通りしてくれていいんだけど、敵キャラクターの視線だけは通さない、視線だけはブロックするという風な設定に変更してあげます。こうすることでプレイヤーからするとね、何もない空間に見えるんだけれども、敵キャラクターからの視線は通さない、ブロックしてくれる壁というものが出来上がりました。このブロッキングボリュームで先ほどのブッシュですね、形に沿わして囲ってあげることで、こんな感じにですね、敵キャラクターは気づかれない、隠れることができる茂みが完成しました。他にもね、敵の視線が通るとちょっと不都合な場所とかもあるので、その辺も囲ってあげてステップ2は完了となります。ということでステップファイナル、テストプレイを行い想定通りの挙動になっているか確認せよ。はい、ということで大丈夫そうですね。想定通りのプレイ感、遊びを実現できてたかなと思います。今回はですね、この短い区間に限定してですね、レベルデザイン、広い意味でのレベルデザインっていうところを皆さんにね、共有させていただきました。こちらのゲームですね、体験版とか製品版のリリースがもう直近に控えておりますので、Steam でのプレイ環境をお持ちの方はぜひね、ウィッシュリストに登録して、まずは体験版をお待ちいただけると幸いでございます。それではまた来週もよろしくお願いします。